イギリスの北部から中部にかけての広範囲に急行列車を走らせる鉄道会社、トランスペナインエクスプレス。私たちはそこにデビューした、新型ってつい言いそうになったけど、よく考えたら登場からもう5年も経ってるんだよね。古いとは言わないが、最新型とも言えないな。2019年に導入されたスペイン製の急行型電車、ノバ2に乗車しています。前編では簡単な紹介で終わってしまいましたので、今回の後編は車内の様子を中心にお伝えしていきますね。なんだかこのところ、特集がずっとトランスペナインエクスプレス続きだから、動画のサムネが軒並み青くなっちゃってますね。ところでこの列車は、ノバ3みたいに引退予定とかは、今の時点では特にありません。というか、ノバ2まで引退しちゃったら、ただでさえ不足気味の車両が完全に足りなくなって、大変なことになります。急行電車、ノバ2が走るのは、西海岸本線。ブリテン島の西側を通り、北部スコットランドから、ロンドンまで続く幹線だ。ノバ2の窓は大きくデザインされ、晴れていれば、イギリス北西部の変わりゆく景色を楽しめるのだけど、例によって、窓と座席の配置が合ってないんだよな。大きい窓の車両はこれが欠点だよね。だいたい1列か2列おきに、真横が窓枠だけの席が出現してしまいます。それに私らは列車の出発時間まで車両の外観や車内設備を観察しているので、座席に着くのがどうしても遅くなってしまう。そのせいで眺めのいい席は大体他のお客さんに取られてしまっているのだ。だからって、事前予約をしても、ゆっくりさんは、どうせ外れ席しか引かないしね。愛さん、言い方、どうせっていうことないだろ。もっともその通りなんだけどさ。クラス397型、ノバ2は、5両で1編成を組み、そのうち3両に、動力が搭載されています。1編成あたりの車両の数や、モーター付き車両の割合は、クラス800系列の、ノバ1と同一です。けれど、モーターを搭載する車両の位置が、それぞれ異なります。ノバ1は、中間車3両に、まとめて動力を配置しているのに対し、ノバ2は、1、3、5両目に、モーターがあるんです。そして、その間に挟まれる、動力なし車両に、パンタグラフを搭載します。つまり、クラス397型は、前後の先頭車両に、モーターがある。先頭車両にだけ設置される、一等席でも、モーターの音が聞こえるのが、ノバ1と比べて、良い点だな。って言っても、防音がしっかりしているのと、低騒音モーターなせいか、車内が少しでも賑やかだと、かき消されてしまうんだけどな。だからそれで憤慨するのは、ゆっくりさんぐらいなんだって。さてそんなことを言っている間にも、クラス397型電車は、カーブの多い西海岸本線を軽やかに走り抜けます。この路線のフラッグシップ特急であり、振り子電車のペンドリーノは、ある程度どっしりした重さを感じる乗り心地だ。それに対し、ノバ2は、車体が軽量なせいか、走りに軽快感がある。特に、加速が鋭いのが気に入ったな。私たちの子猫ちゃんには、もはや常識でしょうけれど、ノバ2が走る西海岸本線は、大小の曲線が連続している。そのため昔から振り子式車両の研究と大爆死、それから導入が積極的に進められてきた。おいちょっと、爆死って誰のことだ？大々的に発表した方が良かったか？やめて。現在は制御式の振り子装置を備えた高速列車ペンドリーノやスーパーボイジャーがこの路線を走り回っている。だがこのノバ2には車体傾斜装置が搭載されていない。その上、トランスペナインエクスプレスは、ロンドン発の高速特急よりも、停車駅が多い。つまり、加速と減速を、頻繁に繰り返さなくてはならないのだ。ということは、電気を多く消費することに、繋がってしまう。この対策に、ノバ2は、車体を軽量にし、エネルギーの削減と、素早い加減速を狙う作りにした。ちなみに、この電車の加速性能は、低速域だと最大で、毎秒3キロ以上のペースで、速度を上げられる。そのノバ2の走りを支えるのが、足元の台車だ。この急行電車は、他の特急電車ではあまり見られない、ユニークな台車を装備している。通常の台車は真横から見ると、車輪周りに幾多もの複雑な部品が目につく。
車輪の両外側に重量を受け持つ丈夫な金属のフレームがあり、その周りにバネや配線などが取り付けられる。だが、ノバ2の台車は反対に、とてもシンプルな外観だ。まるで自動車のように車両の一番外側に車輪が配置されている。そして、フレームや台小の部品は、両輪の内側にあるのだ。台車を構成する部品はほとんど変わらないものの、細々したものが車輪の奥に隠されているので、すっきりした見た目に仕上がっている。この構造は、インナーフレーム、もしくは、インサイドフレーム台車、と呼ばれます。車輪そのものが剥き出しの見慣れない形態の足回りに、台車ラブのゆくりは、そこばかりを凝視していました。この台車は、昔は主に、路面電車で、多く用いられてきた構造です。ですが近年は、高速列車にも、採用例が増えてきました。インナーフレーム式の台車は、外側に突起物が少なく、台車の幅を狭くできます。ですので、車体サイズの制約が厳しく、付近に自動車やバイクが走る路面電車に積極的に採用されてきたのです。また、骨格の幅が狭いですから、重量を軽くできるのも大きなメリットです。通常の路線を走る車両、特に高速列車にとって、こちらの点が注目されていました。近年の車両は、衝突安全の規制が厳しく、車体そのものを強固にしなければなりません。運転台周りは乗務員保護のため、太いフレームで囲まれていますし、後ろの客室も被害が及ばないよう構造部材を厚くしてあります。こうした対策により、どうしても車体が重くなりがちなのです。その上イギリスの鉄道は、有料道路のように、鉄道会社が線路の管理者に線路使用料を払って、列車を走行させます。この額は、列車の重量で左右されますので、車体はなるべく軽くしたいところ。しかし、安全を犠牲にしてまで、車体を軽量化することは、絶対にできません。そこで、重量が少ない台車を採用し、全体の重さを少しでも抑える、という考えが出てきました。このような事情から、インナーフレーム台車は、2010年代から様々な高速車両に採用されてきました。その多くは、モーターのない付随車に装備されています。イギリスではクラス800の9両編成版に、ドイツですと ICE4 にインナーフレーム台車が見られます。とりわけ ICE4 は複雑なモーター付き台車とシンプルなモーターなし台車とで車体裾の形状が大きく違います。サイズが大きい電動台車を装備する車両は台車周りの切り欠きが広く取られ、裾が外側に向かって少し広がる形状です。一方の付随車は幅が狭い、コンパクトな台車なので、車輪の上部がカバーに覆われているのです。しかし、メリットばかりに思えるインナーフレーム台車にも、地味に不安な点があります。通常の電車は、車輪の間にモーターと駆動装置が収まります。ところが、インナーフレーム構造は、車体重量を受け持つ太いフレームが、両車輪の内側にあるので、車輪の間のスペースを潰してしまうんです。これはつまり、駆動装置の空間が少なくなることに直結します。だから、ICE4 やクラス800では、モーターのない車両だけが幅の狭いタイプの台車だったんですか。車輪の間にモーターがある車両は外側フレーム。それらがない付随車はインナーフレーム式。車両ごとの形態に応じて構造の違う2種類の台車を使い分けていたんですね。そういうこと。ところが、クラス397型、ノバ2は、すべての車両が、インナーフレーム台車です。モーターと駆動装置の小型化に成功し、最高時速200キロの性能を実現しつつ、駆動系を限られた空間に詰め込んでいるんです。車両構造の進化には、目を見張るものがありますね。ただ、しばらく乗っているうちに、気になり始めたのが、走行中の振動です。この電車は、クラス802型、ノバ1よりも、車両全体が不安定な上、時速200キロで走行中、時々台車が暴れ出して、車体が小刻みに震えるんです。これはおそらく、台車の特性に起因する、振動じゃないかな。でもゆっくりさん、同じインナーフレーム台車の ICE4 とか、クラス800系列には、こんな揺れはなかったですよね。すまん、言い方が悪かった。この振動は、インナーフレーム台車そのものが悪いんじゃなくて、ノバ2の設計が原因だと思うんだよ。前回の動画でも触れたが、
この電車は、スペインのカフ社が開発した、CBT という共通のプラットフォームから生み出された。イギリスにおける CBT は、ノバ2の他に、中部イングランドやウェールズなどを走る通勤電車、ローカル用機動車で用いられている。むしろ、高速で長距離を走るノバ2の方が、CBT シリーズでは異端な存在と言ってもいいだろう。ローカル線を走る CBT 列車は、設計上の最高速度が時速160キロだ。地方用の車両なので、実際にはその最高速度を出すことがあまりない。その彼らに使われている台車が時速200キロで走るノバ2にも有用されているのだ。あ、ほんとだ。同じタイプの台車だったんですね。もちろん、高速電車のノバ2は、安定性を左右するバネやダンパーなどに専用の調整と変更がなされている。だが、時速200キロ近くまで速度を上げると、中速域設計由来の不安定さが顔を覗かせてしまうのだと思う。もう一つ、前回の続きでお話ししたいのが、シート周りです。座席が一番いいと評判だったノバ2のシートは、見たところ、他の車両と同一。基本構造は、すべてのノバシリーズで共通でしたし、生地ぐらいしか違いが見当たりませんでした。ですが厳密には、スペイン製のノバ2、ノバ3と、日立製のノバ1とで、座面、背もたれの形状が若干異なっているんです。おかげで、座った時、体の支えが少しだけ向上していることに気がつきました。もしかすると、このわずかな違いが、座り心地がいいという評価に繋がっていたんじゃないかな。ただ、高速域になると発生する車体の振動で、座り心地の良さが帳消しになってる気がするけどな。その点は、座席の体の支えが良くなっているから、揺れが大きくても姿勢がずれにくくなってるじゃない。あと他に、引っかかってる点が、ちょっと、寒くないですか？愛ちゃんも、やっぱりそう思う？実は私も寒いなって思ってました。いつかのえっちゃん並みとまではいかないが、さっきからずっと客室が肌寒いのは、私も気になっていた。やっぱりこの電車は温暖なスペイン製だから、暖房が弱いのかな。それもあるかもしれないけど。外の気温が、めちゃくちゃ低そう。草が完全に凍っちゃってるな。この様子じゃ、気温は0度近くまで下がっているかも。前の日までは、一面の緑だったのに。これは冬のイギリスによくある光景ですな。特に、ノバ2が走るイギリス北部は、夜の間にガクッと気温が下がり、翌朝は、霜が降りることが多いんだよ。この低い気温に、暖房の性能が追いついてないんじゃないかな。それから、スペインらしさを感じる部分が、窓の日よけです。最近の列車には珍しく、カーテンに厚みがあって、光をしっかり遮るんです。これはまさしく、太陽の国っぽいよな。でもこれがイギリスでも、地味に助かるんだよ。北に位置するイギリスは、夏になると、日照時間が大幅に伸びる。降り注ぐ太陽の熱量は、真夏のスペイン、イタリアほどではないが、それなりに眩しく、車内で過ごすのに、妨げになってしまう。イギリスの太陽がどれぐらい眩しいかっていうと、俺ぐらい。ここカットしときますね。それから、日照時間が長いせいで、車内がどうしても、暑くなるのだ。こうした日光を、きちんと遮断できる、厚いカーテンは、スペインのみならず、イギリスでも、役に立ちそうな装備だった。厚手の日よけがあるのは、イタリアの列車も同じだったね。現在、ノバ2こと、クラス397型電車は、12編成が活躍しています。これだけですと、ある程度まとまった数に感じますが、ノバシリーズとしては、最も数が少なく、また、イギリスを走る CBT 系列では、唯一の、高速対応車両です。しかし、そんなノバ2に、近い将来、新しい仲間が加わる予定です。2023年11月、東海岸で、特急列車を走らせる鉄道会社、ロンドン、ノースイースタン鉄道が、ノバ2と同じ系列の、新型高速列車を発注しました。車体の構造、基本デザインは、クラス397型と同じで、最高速度も同一の、時速200キロです。ただし、車両の数が、ノバ2の2倍に当たる、重量編成になっているのが、大きな違いです。もっとも、1両あたりの長さは、23メートルと、
クラス800系列より3メートルほど短い車体です。ですので、10両編成といっても、列車の全長はクラス800型、あずまの9両版と、ほぼ同じになるそうです。そして、この新型車の何よりの特徴が、トライモード車両だという点。これは何かというと、3つのエネルギーで走る車両、という意味です。架線からの電気、ディーゼル発電機による電力、それに加え、蓄電池からの電気で走ります。バッテリーによる走行は、非電殻間において、発車時の補助に使われます。駅に停車中は、エンジンを停止させ、バッテリーの電力で、車内設備を稼働。動き出しも、バッテリーから電力をもらい、加速中に、ディーゼル発電機へと切り替わるのだそうです。非電殻間の走行で、バッテリーとディーゼル発電機を組み合わせるのは、以前乗った、リゾート白神みたいだな。LNER の新型車は、今のところ、10編成が発注され、65編成ある、クラス800系列のあずまの保管をする予定です。イギリスでは、2020年のコロナショックの後、列車の新規発注が途絶えていました。その中で、LNER が運営する、東海岸の特急は、他の鉄道に比べて、需要回復が早く、鉄道会社の予想を上回ったのです。既存のあずまと、インターシティ225だけでは、需要に追いつかないこと。それに加えて、車両の整備工場が再編され、客車列車のインターシティ225は、大掛かりな、分解整備の取り扱いが終了してしまいます。これに伴い、数年後に訪れる車両の検査期限が来たら、引退することが決まってしまったのです。こうした背景から、LNER 社は、新しい超編成列車の発注に踏み切りました。導入予定の列車は、非電殻間対応車ですので、スコットランドの北、インバネスや、アバディーン線を担当することと思います。ところで、この新型車の形式番号は、それが、まだ未定なんです。だから今のところ、クラスいくつとは言えず、私としても困ってるんですよ。ハイブリッドの特急列車は、800番台が割り当てられてますから、多分、クラス897とかになるんじゃないかなーって思ってます。列車の相性は、どうなるんでしょうね。東の国、日本製の列車が、アズマだったから、西のスペインメーカー製は、アルマダでいいんじゃねえの？ぺっちゃん、お前、怒られろ。トライモード車って言えばさ昔イギリスには、クラス93って機関車がいたじゃん。いや、あれ、いたっていうのか。ゆっくり、なんだっけそれ。イギリス国鉄が計画していた、幻の特急列車、インターシティ250を構成する、はずだった、旅客列車用の高速電気機関車だよ。そうそうそれ。インターシティ250は、計画段階で中止になったから、クラス93型電気機関車も、一両も実物が作られることなく消滅したんだけど、あの形式番号が最近復活したんだ。新製、クラス93型を製造したのは、スイスのメーカー、シュタットラーのスペイン支社。早い話が、クラス68型などを製造した、スペイン・バレンシアの機関車工場だ。その工場から出荷されたトライモードの新型機関車に、クラス93の番号が再び割り当てられたんです。2代目のクラス93型は LNER の新型車と同じく架線からの電気、ディーゼル発電機、そして走行距離は短いながらバッテリーでも走れる性能を有しています。バッテリー搭載の新型機関車ってのは私的にものすごく興味があるんだけど、その前にちょっといいか。インターシティ250で計画されていた車両はクラス93型電気機関車とマーク5客車だったよな。あの時、実際には使われなかった形式が、現代になって復活したわけだが、全部スペイン製じゃねえか。そこに気づいて欲しかったような、欲しくなかったような。イギリス国鉄上空にオチがついたところでノバ2編は、お開きにしようか。最後の方は、あんまり主役の話題がなかったけどな。まあ、トライモードと一緒で、切り替えていこう。ということで、これからのイギリスの鉄道にも、ご期待ください。それでは皆様、ごきげんよう、さようなら。